韓国は強引な国です。YouTube に MSRP をアップして実刑をもらえますか？こんなところが国だと思うんですか？こんにちは。皆さんのコアトーリーです。韓国で起きたあっけない事件について話そうと思います。情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律違反容疑でユトゥの A 氏に対して懲役4月に執行猶予2年を言い渡したと2019年6月2日明らかになりました。それだけでなく80時間の社会奉仕及び約180万円追徴命令を下します。皆さんはどう思いますか？もしマラソン選手が息づいた音を録音していたら、それもまた罰金になります。それだけではありません。韓国は裸体と売春、いとこ同士の結婚、同性結婚、性人物の販売、大麻使用を全面禁止する OECD 国家の中で唯一の国です。韓国は OECD 加盟国のうち唯一売春者と販売者をすべて処罰します。もし初犯が本人のホームページにアダルト物を公開したとすれば、1回場合70万円、2回の場合140万円、3回の場合200万円の罰金を払わなければいけません。もし私のホームページに知らない他人がこっそり載せても罰金が同じです。他の人がふざけてしまうかもしれないので、毎日管理をちゃんとしなければなりません。そんなことを間違ったら管理者を雇用しなければなりません。ですから大手ホームページ会社はそれだけを管理するスタッフが別にいます。それとは反対に日本はとても自由です。コンビニに変な雑誌がたくさんあって、有名な AV 女優がテレビに出たりします。有料ホームページもあり、男にとっては天国のような国です。韓国はわいせつ物を見たり所持したりしても刑事処罰を受けます。わいせつ物流不罪は人生をダメにします。韓国ではアダルトサイトへのアクセスが不可能です。迂回して接続しようとしても入れません。その分野は中国よりもっとひどいです。もし19歳未満の青少年が出ている AV は見るだけで処罰が可能です。麻薬を服用せず所持しているだけでも刑事処罰されるように、19歳未満の青少年が出たわいせつ物は見ずに所持するだけしても刑事処罰の対象です。もし漫画映像ポルノはその対象が未成年のように見えても絶対にダメです。つまり仮想の人物もポルノコミック、ポルノグラフィック絶対に禁止されています。韓国の情報通信法は無料で与えても刑事処罰を受けます。大人が成人映像を見ることは禁止されています。改めて考えても変な国です。するとここで一つ疑問が湧いてきます。それでは韓国人はマスターベーションをするとき何も見ずに想像だけしながらやるかという考えです。しかし絶対にそうではありません。青少年は内緒で友達同士で成人用の映像を交換してみます。パソコンには自分だけの宝倉庫があります。両親も知らないし、先生も知らない暗号がかかっている幸せなお宝倉庫がすべてあるそうです。よくはわからないけど、1人当たり100ハードギガ容量は全部持っていると思います。ほとんどのパソコンのハードは学校の授業内容より大人向けの映像が保管されています。コンピューターのハード会社の最高顧客です。万一青少年も成人用映像を配布すると処罰されます。しかしそれは人間の本能だから法律で解決することはできません。学校の先生もよく知っています。学校の先生も両親も政治家も青少年期に全部やってみましたから仕方がありません。しかし先生たちとご両親は言います。
大学に入ればいくらでもできるから今は勉強ばかりしてエネルギーの無駄遣いをするなと言います。そして大学に入って異性交際をしても野生馬のような本能は下がりません。もっと火のように起きます。でもそれから逃げるための韓国の大学生たちから小さな試みをします。数年前にアメリカで起きたノーマスターベーション運動。それをする理由はまさにうつ病より躁うつ病の方が危険だということを知っていますか？憂鬱な気分より良かったが悪いのが相対的に憂鬱さを感じさせます。もっと衝動的なアクション選択をするようにします。人気歌手と映画俳優が自殺するのも同じ脈絡だと思います。舞台で華麗な照明を受けて宿舎に戻るといきなり虚しい虚脱感が来るからです。韓国社会は成人向け映像を全部禁止しますが、人々はそれを見つけるためにコンピューターを一生懸命歩き回っています。しかし韓国政府が有害インターネットだと言って全部遮断しておきました。それで新しいホームページが新しくオープンしたらその時に入ります。でもすぐ詰まってしまいます。中毒症状がとてもひどいです。1日をそれでエネルギーを消費する時があります。男も女も同じです。男はお腹が空いたジャングルのハイエナみたいです。麻薬と同じです。ですので、とても大変な方には、まずはわいせつ物を禁止することをお勧めします。つまり、わいせつ物を見ないのです。ノーマスタベーション運動です。もちろん、異性とする性関係は、これとは違います。性関係もあまりひどくすると中毒症状が見られるが、まず、それは次のことです。ある人たちは、私はマスターベーションはしないし、わいせつ物だけを見るのにいいんじゃないですかと言います。しかし、それがダメだということです。いっそのこと、何も見せずにマスターベーションだけした方がいいですね。その理由について最大限簡単に説明します。私たちの体は必ず恒常性を維持しようとします。神経系も同じで、ホルモンも同じです。そんなあなたが美しい女性と性的関係を結ぶ場面は見たとき、脳では本当にドーパミンの祭りが開かれるのです。なんだ、顔が赤くなって心臓が動き始めます。そして血液が下半身に集中したので、すくすくと手で気持ちよくマッサージをして気持ちよく浴場を排泄されます。これが意識的な過程ではただわいせつ物を見てマスターベーション行為というものをしたのです。お金1円も費用処理していない状態です。コスト費だけはこの世最高です。それで誰でも簡単に接することができます。誰にも被害を与えません。本当に楽しい趣味生活を送りましたね。そのため他の余暇生活のようにすっきりしてただ嬉しくて幸せではなければなりません。しかしそうではありません。マスターベーションしてから気持ちが悪く憂鬱になり、その不機嫌な気持ちがどんどん思い出されます。それで再びエネルギーを回復して初めて戻り、自分の顔をあからめ、また自分の性器を揺さぶる悪循環が続きます。また頼み事をしてもずっと何かすっきりせず、満たされない空虚な心を癒すためゲームに目を向けたり、虚しさを忘れるために昼寝をするようになるのです。一体なぜでしょうか？私たちの脳には偽の性関係と本当の性関係を区別できないと言います。しかし我々の精神は意識的にわいせつ物を見ながらマスターベーションしたという事実を知っています。無意識にあなたの脳はあなたが実際にその映像の女性と関係を持っていることで錯覚するということです。あなたが魅力的な女性の映像を見て楽しく性器を持って運動をしたら、無意識では実際に関係があると仮定して膨大な量のドーパミンを保証として分泌するということです。しかし問題はここから始まります。金髪美人と楽しく自分のものを掴んで振りながらよくピストン運動をした次の日に、またブロンドの美人を見ながらマスターベーションを始めるのに、なんだか昨日よりは興奮が和らぐのです。
それで他の映像を開いて、今度はちょっと違うアメリカスタイルの女性を見つけます。そしてより刺激的な姿勢から他の女性の性関係を見て、またマスターベーションを始めます。そうして多分1週間後にはインターネットを操作する刑事のように隅々まで探し出します。そしてゆっくり映像を吟味しながら交互に見ます。専門家のようにしっかりします。そのうちタイミングを間違えて男優のお尻がクローズアップされた時、その時に精液を排出するととても気分がめちゃくちゃになります。遺憾です。僕たちの脳はこうして一度ドーパミンに露出されると、ずっともっと刺激的な場面が欲しくなります。どうしてこんなに刺激的なものだけを探すようになるんでしょうか。それはドーパミンが保証のホルモンです。皆さんが学校で成績が上がり20位をしてたらなと、ドーパミンは50程度噴出なります。じゃあもっと寝ることを減らしながら毎日熱心に勉強をしたら全校10位になりました。それではドーパミンが100分泌できるものではなく、同様に50分泌なることです。ドーパミンの分泌量はある程度をしても50ほどでした。だから引き続きさらなる成就を求めるためにもっと努力しても大きな満足なく、引き続き50のみのモチベーションになって、自分も知らないうちに成就を絶えず望み続けるようになるということです。ところで皆さんが家で美しいレスリングをフル HD でダウンロードして、今回に良い匂いのオイルまで塗って念入りにマスターベーションをした時、ドーパミンが80程度や分泌がなることです。お金をたくさん稼いだり勉強して全校10位をした時により達成感よりもはるかに高いのです。あまりに短い瞬間にです。なぜならば原始的な脳は東京の最高人間になってこそ接することのできる美しい女性に私たちの遺伝子を入れたのだなと思います。お前本当にすごい。保証ドーパミン80。私はただわいせつもの見ながらマスターベーション行ったんだが、原始的なホルモン系列脳はその大きな刺激を勘違いしてドーパミン80程度を分泌してしまうことです。実際にドーパミン80程度を受けるためには全校2等くらいにして良い早稲田大学に行って大企業の職場に行かなければならないのほどの努力にならなければいけないためです。それとも万が一ピックアップアーティストの専門家にデートのコーチを受けて何度も試行錯誤をしていきます。そしてやっと勇気を出して少し綺麗な女性を会って食事を10回程度しています。そして映画7回くらい見ながら花プレゼントを5回あげてようやく承諾を得て寝床に入ると脳から分泌するドーパミンの量が80です。しかしインターネットつけて汗だくフル HD レスリングの映像一度だけでもドーパミン80満たされたものです。簡単です。皆さんの人生がどれほど大変でイライラしていて面倒くさいか、インターネットの力を一度でドーパミンが直ちに供給されるのです。とても簡単になります。たまに南アフリカ系で仕上げはハードコアでたまにおかしな汚いものも見ます。でもあまりにも気持ち悪ければ新鮮な体操選手ヌードカメラを見ながら初心に帰ることもあります。ドーパミン受容体というのはもともとはそういうものです。刺激に無関心になるのです。だからずっともっと刺激のあるものを探すのです。では皆さんのドーパミン神経系は刺激がなくなってしまうのです。わいせつものでないと胸が高鳴るような興奮することがほとんどなくなるのです。やる気もなく気力がなくなるのです。麻薬も同じだと思います。それでもっと強い強度の麻薬を探しているそうです。ドーパミン80を得るには何かを成就しなければいけないのに、そうする意欲ができないのです。根気が出ないんです。今ズボンを下ろすとドーパミン80全部出ているのに、なぜ座って勉強をしなければいけないねだと思います。わいせつ物のようにドーパミン80もなく、やっとドーパミン60を向けて名古屋に住んでいる友達会いに行くのが面倒になります。社会的に成功する道に進まなければならないということが
とても遠く感じられるのです。今すぐ携帯にアプリをインストールして、ポルノサイトに手でピストン運動だけ入ってすぐドーパミン50が出るのを知っています。皆さんのドーパミンシステムはもう完全に壊れてしまったのです。今ではさらに女性に話しかけるのも嫌になります。当然面倒になるのです。目も当然高くなりました。パソコンの映像を見るとすごく美しい最上級女性と全ての男性に羨ましがられる偉大な姿勢として関係を結ぶかもしれません。脳はすぐさま錯覚システムを作動させます。それではドーパミンがすぐ50以上出るようになります。それとともに脳は比較システムを稼働します。なんでこんな普通の女性に話しかけられて恥ずかしい思いをするのも嫌になります。また女性が気持ち悪い目で見つめることを予想しながらデートの申し込みに挑戦もしなくなるのです。これで悪循環が続きます。すぐに私のベッドに行ってマスターベーションした方が楽です。本当の習慣になって最悪の悪循環が続きます。そうしながら人生の方法を決めるのです。ただごく普通に昨日と同じようにこれ以上の挑戦もなく安逸に人生を生きているのです。壊れてしまったドーパミン時計を正常にするのにまで短くは6ヶ月長くは1年半かかるそうです。努力すれば正常に戻るということです。そして1年が経つとシステムが元に戻って本当に友達と対話することだけでも楽しくて幸せです。これから仕事に対する意欲が生じて未来に対する期待が生じています。自然に動機づけができるでしょう。マスターリザベーションの短いドーパミン80よりゆっくりと長い間分泌するドーパミン50のために韓国青年と職場人はインターネットの会を持ちます。末永く努力する自分自身にならなければならないということです。時間が経つにつれて私自身が発展したことを感じることができるでしょう。それを韓国の大学生と会社員がノーマスターベーション運動を始めました。日本にもアメリカで流行ったノーマスターベーション運動が流行ったらと思います。多分日本にもどこかにいるかもしれません。私は日本人じゃないからわかりません。一度探してみることを期待します。今日の結論。韓国の愚かな政治家たちがノーマスターベーションということを知って成人向け映像法と情報通信法を作ったようではない。今日準備した動画はここまでです。私の話が少しでも共感できますか？今度はマスターベーション2部を準備します。次の映像が楽しみでしたらいいですよと購読を押してください。今回の映像が良かったら次の面白い映像を早くアップしたいと思います。多くの意見をお願いします。日本語直すところがあれば教えてください。普段から知りたいのですが、皆さんが調べるのは面倒で時間を割くのはもったいないことをメモしてください。韓国のこと知りたいことを質問していただければ確実に調査してお教えします。最後まで見てくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。今まで皆さんのコアトーリーでした。